こんにちは。サーカスっていうのがこのお店自体すごい和風の建物で、漢字とかにするとすごいもっちゃりするなと思ったんで、アルファベットで置き換えれるようなものなんかないかなと思った時に、でもかっこいい名前すぎると覚えてくれないと思ったので、和製英語みたいになってるものがなんかないかなと思って、でサーカスって楽しそうと思ってサーカスっていう語源を調べてみたら、集うとか集まるっていう意味があったので、人が集まる時って美味しいコーヒー飲むよってなるし、ね、コーヒーって人にあげたりっていうのでも喜んでもらえるので、結構可愛いなとかなんかあげたいなって思ってもらうところから入ってもいいかなと思って、であげた人がすごい喜んでくれたら、私もじゃあ飲んでみようかなとか、そういう感じでコーヒー好きな人が増えてってもいいのかなと思ってて。ここはもともと彼の実家がすぐ近くなんですね。で実家に帰ってきた時にね、ゴールデンウィークかなんかで帰ってきた時に、ここが売りのチラシがペタンってここに貼ってあって、こんな素敵ななんというか、建物がなくなっちゃうかもしれないと思って、売りじゃなくて貸しってついてたら誰かが使ってくれるのになと思ったんですけど、売りになってたらなくなっちゃうなと思って、すごいもったいないなと思ったんですね。ちょうど子供が、小学校に上がるタイミングで上の子がその西宮のカフェで働き続けるか、地元のこっちに京都に帰ってきて生活をしようかっていうのを決めようと思ってたタイミングやったんで、たまたま動くかどうかって迷ってたタイミングでその物件と出会って、すごい縁というかがあって、でまあ彼女は奈良出身なので、こういう町屋の物件に対してすごく憧れがあって、で僕はもともと家が西陣の機織りの家やったんで、こういう古い町屋の家に住んでたんですよ。で僕からしたら懐かしい家で、建物で僕もここ前通って小学校とか中学校とか通ってた昔からあるお茶屋さんだったので、そこが、僕にとっては懐かしい場所で、彼女にとっては憧れの京都の町屋みたいなところでちょっとテンション上がっちゃった感じで帰ってきた感じです。はい。実はね、もともとは小さい時はちょっと京都出たいなっていう思いがあって、その家族とか、町、やっぱり京都ってすごく地域の人が密着して生活してる場所ではあるんで、そういうのがちょっと息苦しいなっていう思ったことがあって、で、大学になったら京都をちょっといっぺん出たいなっていう思いがあって、一旦京都を離れることになるんです。で、お見せするにあたって、20年、30年ぶりぐらいに帰ってきたっていうのが正直なところで、大学から京都を離れて、奈良とか愛媛県の宇和島ってちょっと地方の町とか、で、インドネシア、海外でも住んでたりとか、で、神戸に帰ってきてっていうところで、それまでやっぱり京都しか知らなかったんで、そういう窮屈さっていうのがすごくちょっと息苦しかったとこもあるんですけども、いろんなとこで生活して、その中で自分も結婚して子供ができてっていうところで、やっぱり地域との関わりとか、近所付き合いの大切さ、そういうところっていうのがすごい大事だなと思って、それがこの町にはあるのかなっていうのを思って、自分たちが子育てして生きていく中で、この地域っていうのはとても、住みやすいというか、っていう場所なんだなっていうのを改めて、この快適で10年で感じたっていうところはありますね。
なんかこうおじいちゃんおばあちゃんもよく散歩してはるし、なんかこう八百屋さんが外で立ってはったりとか、なんかこう通学路とかに顔見知りの人たちがいるっていう地域ってすごく珍しいと思うんですよね。なんか私は住宅地だったので、みんなサラリーマンの人たちっていう感じで、通学路の時にその土地の人たちで顔を合わすっていうのがあんまりなかったと思うんですけど、こう行き交いとかそういうところでこういろんな人が見てくれてるというか、なんかそういう地域でお店をするってやっぱり見守り合う一つのお店にもなれるし、なんかすごくね、あったかいというか、なんか特殊なんだろうなと思うんです。いい意味ですごくいい地域なんだなと思います。サーカスコーヒーが今年、11周年で、10周年になった時に、これからどうやってお店をやっていこうかっていうところを改めてちょっと考え直した時に、やっぱりこういろんなお店をいっぱいこう増やしていくんではなくて、やっぱりこっちに足をつけて地元で根を下ろしてやっていきたいなっていうところにちょっとたどり着いたんです。なんかこう産地のこととか伝えたいこともコーヒー豆で、なんか産地どうやってコーヒーできてるかとかそういうこともいっぱい伝えたいと思ってたんですけど、なんかこう10年経った時に子供も大きくなっておじいちゃんおばあちゃんも夫の父母もいるので、なんか年取ってきて自分たちの親世代もなんかそうなるといろんなこうなんだろうな、困りごとやったり悩みとかが増えてきた時に地域でこう支え合うってすごい大事なことやなと思って、そういうことをお店としてやっていけることあるよねっていうのがあって結構。そうですね。うちはコーヒー豆の専門店なんで、お豆を通じてなんか子供さんたちもおじいちゃんおばあちゃんもうん、美味しいコーヒー飲もうっていうことでなんかつながってくれたり、そこでこう地域のこうぐっとひっつき感というか、なんかそういうことをきっかけ作りとしてできたらいいなとか。でそういうことをやってる地域にこう住みたいなとか、なんかここら辺面白いエリアやなと思ってもらって、こう紫エリア、四区のエリアがなんか面白いねって思う一つのお店になったらいいなと思います。そうですね。そんな感じ。ありがとうございます。